どうも。どうぞ。失礼します。お似合いですよ、シャツ。やっぱし似合いますね。青。どうも。青って好き？好きです。座れ。外せないんですか？あ、ええ。だってすいません。規則なものですから。迷わないで来られました。はいはい。カーナビありましたから。はい。おじゃっこ入れますね。どうもお構いなく。すぐですから。あ、ですか。ありがとうございます。うわー。うわー。いいかったな。あんな綺麗な人さ見とってもらうんだから。だから、覚悟決めろ。おい。そういう目で輪を見るなよ。お待たせしました。あ、どうもすいません。どうも。どうぞ。どうぞ。今日はご協力いただきましてありがとうございます。もう協力だなんてそんな。いや、いいお宅ですね。古いです。築30年とかですよ。そんな風に見えないけどな。やっぱりリフォームとかされてるんですか？いろいろあちこち。はあ、見違える感じですよね。前の状態知りませんけど。暑いですか？いえ、大丈夫です。コーヒーの方がいかったかしら。そんなことないです。おじゃっこ好き？好きです。お菓子も召し上がって。バームクーヘン好き？好きです。しょんべん行ってくるかな。トイレどこさあるんだっけ？奥の突き当たりです。ですか。ちょっとお借りしますね。すいません。ちょっとこれいいべか。どうも。初めてだね。え？ガラス越しじゃなく会うの。ガラスでないが、あれなんて言うんだっけ？アクリルっていうの？プラスチック？ここさ、こう穴こ開いてるやつ。私があなたの妻ですよ。はい。あなたは私のハズバンド。はい。二人の距離が近づいてゆくのよ。新記録。逃げじゃダメ。新記録更新おめでとう。はーい。どうぞ。足が悪いって伺ったものですから。ああ。どうぞお座りになってください。
おじゃっこ入れますね。あ、お構いなく。すぐですから。ハゲあるでしょう、この辺。私見てました、傍聴席から。あなたの後ろ頭ずーっと見てました。歯食いしばって見てました。毎回通ってそのたんび1秒も休まないで睨みつけてました。だからあるはずですよ、ハゲ。あるでしょ。あります。あ、嘘です。すいません。お待たせしました。どうも。本日はどうもありがとうございます。じゃあ皆さんお揃いですね。今日はお忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。皆さんにはこれから死刑を執行していただきます。執行人の大崎一郎さんです。同じく執行人の大崎咲子さんです。息子さんのお嫁さんです。死刑執行される栗田和也、今は名字が変わって青木和也です。で、青木の奥様の青木志乃さんです。青木さんにはご自宅をご提供いただきまして誠にありがとうございます。いえ。私、青森拘置所で保安課長をしております北林剛太郎です。よろしくお願いします。皆さんお楽にしてください。お楽にね、お楽に今日はちょっとパンフレットば渡しますので、はい、よいしょ。いいですか。はい、どうぞどうぞ。これ、はい、はい、よいしょ。死刑院制度って何？死刑院制度とは、死刑執行において当該事件の被害者の遺族が執行を行う司法制度のことです。では次のページを音読してもらってもいいですか。読むんですか。すいません、規則なものですからここからいいべが、はい。死刑確定者はその執行を確保するために拘置され、一般社会とは厳密に隔離されるべきものである。外出においては死刑確定者が精神の安定理に執行を受けることとなるよう配慮すること、心情の安定を害する恐れのある言動を慎むこと、右趣旨にのっとり自根その取り扱いに遺憾なきを着せられたい。要するにあんまりいじめないでくださいということです。どういうことですか。いや、あまりショックを与えると死んじゃうかもしれないじゃないですか。だって死刑囚なんでしょ。死刑囚は死刑を執行されるためにいるんです。死刑になる前に死なれたら出向できなくなっちゃうじゃないですか。それ困るんですよ。誰が困るんですか。ここさ、なんて書いてありますか。法務大臣後白河康夫。法務大臣ですよ。青森県知事じゃないんですよ。だからお願いします。あとのページは皆さんご存知の通りの内容ですね。次のページいいですか。執行にあたってはできるだけ刑務官の手を借りず皆さんの手で行ってください。死刑執行員が権利を放棄した場合、受刑者は自動的に無期懲役となります。皆さんご存知ですよね。どうして公死刑じゃなきゃいけないんですか。その下さ書いてあるでしょ。世界人権宣言、第5条の1、何人も拷問または残虐な非人道的なもしくは屈辱的な取り扱いをもしくは刑罰を受けることはない。要するに受刑者に苦痛を与えるような死刑はいかんということです。公死刑だと苦痛ないんですか。わかりません。だったいら。やお気持ちはわかります。憎い犯人を自分の手で殺してやりたい。
皆さんそういうふうにお考えになります。でもだからって何をしてもいいということにはならないと思うんですよ。愛する肉親と同じ目に合わせてやりたい、そうおっしゃる方多いです。でもこれは法律に基づいた刑の執行なんですよ。単なる復讐ではないんですよ。それともあれですか、包丁だってな、包丁でやりますか？包丁でできますか？そういうこと言ってるんじゃないです。あ、ロープはどうなさいますか？いや持ってきました。恐れ入ります。申し訳ありませんが、これダメですね。どうしてですか？残念ですが規定外です。いやいや、太さも長さもちゃんとその通りにしたんですよ。これはい布ですよね。はい。この部分には長さ30センチから35センチの鹿のなめしがを巻くことになってるんです。いや大した変わりないじゃないですか。大丈夫です。持ってきてますからこれ使いましょう。どうしてもこれじゃダメですか？いや首すりで痛いでしょこれ。その皮取り外してその上から巻くっていうのダメですかね？ゴワゴワして気持ち悪くなっちゃうでしょ。だって規則ですから。これ実は先月亡くなったうちの家内が塗ったんですよ。あ、ですか。病室のベッドで一針一針魂入れでこの苦しめ苦しめってだからお願いします。これ使わせてください。なんとかその通りお願いします。お父さんちょっとちょっといや顔を上げてください。お気持ちはわかります。じゃあこうしましょう。両足を縛るロープも必要になるんですけども、これをそれに使いませんか？いやでもいや奥様の魂が足にこうしがみつく形になって帰っていいんでねえべか。どんなべ？わかりました。わかりました。いいよな。それでは早速セッティングをしたいと思います。2階でしたよね。ご案内します。はい。立ち会いなさいますか？行きます。立ち会いは私はですか。はいはい。ではよいしょよいしょ。こちらです。すいません。なんだ。ありがとうございました。何のことだ。本当に嬉しかったです。お返事いただきまして。これ身長なんぼだっけ165です。？165。はい。嬉しくて眠れませんでした。何百回も何千回も読み返しました。いや、何万回も読み返しました。ありがとうございました。そうか。この度初めて君からの手紙を読ませていただきました。8年間にわたり君が書き続けた手紙をやっと手に取ることができた今の気持ちをどうやって説明したらいいか分かりません。すっかり暗記してしまいました。自分が犯した罪を心から反省し悔い改めたいという君の気持ちはよく分かりました。どうかその気持ちを忘れずに一日一日を過ごしてください。本当にありがとうございました。本当に涙が出ました。勘違いするな。え？私は君を許したわけじゃない。さ、はい、やっぱりちょっと来てけねが
ちょっとよくわかんなくてさ。いるべし。2階に太い針あるんですよ。あ、そうか。そこにロープかけて金具で固定して、足の下に椅子置くんですけど、高さいまいち合わなくていろいろ試してるとこです。なんかざわざわする。え？嫌な感じしますよね、この家。だが工場のちいおばちゃんわかりますか？ちっちゃくていつも赤い服着てる人。ああ、わかるよ。すんごいいろいろ見えちゃうんです。ここに来たら大変ですよ。大騒ぎです。咲子さん、はい。これ終わったらどうするんだ？どうするって？いやー、年子の四十九日ももうすぐだしさ。だからあんたはまだ30じゃないか。その話はもういいです。重幸のこといつまでも持ってくれるのはありがたいんだけどさ、横内のお母さんさ申し訳なくてさ。母のことはいいです。この間うちさ来た人、どの人？あれ眼鏡かけた人。ああ、うん。店長。あの人はどういう人なんだ？どういうって店長。だがいや、ちょっとやめてくださいよ。しかもこんな時に。ああ、いやごめん。いろいろ説明聞いてきました。あの人は準備するだけだって、全部2人でやれって。無責任ですよね。規則だったらしょうがないんじゃないか。やるんですよね。私たちやるんですよね。当たり前だよ。大崎さん。はい。お父さんの方、はい。北林さんが呼んでます。意地を見てほしいそうです。説明もしたいそうです。ああ、はい。はい。おじゃこ差し上げましょうか。結構です。おじゃこ嫌いですか？嫌いです。セバコーヒーお入れしましょおうか。構いなく。はーい。改めまして青木しのと申します。和也さんの。そうですってね。すみません。どういう経緯でそういう。文通してたんです、5年前から。で、1年前に籍入れました。なんでですか？彼の刑が確定しちゃったもんですから。確定死刑囚になると親族と弁護士以外は面会できないんですよ。
今から弁護士目指すの無理だし、せば親族になるしかないじゃないですか。そんな理由で、はい。そんな理由ですか？やだな。もちろん愛してるからに決まってるじゃないですか。愛がなかったら養子縁組にしてます。まあ4つしか年の離れてない母親っていうのもまあまあ危険ですけど。4つは愛ね、愛ね、愛。今日は本当にありがとうございました。うちの人の希望ば叶えてくださって、あの人も本望だと思うんです。幸せなことだと思うんです。そういうの許されるんですか？本望とか幸せとか。もちろんご遺族の方のお気持ちは理解してるつもりです。理解。ええ。理解って何？だからほら。そういうの軽々しく言ってほしくないです。すみません。なんでそういうことできるんですか？もちろん分かってます。彼がしたことは謝って許されることではありません。彼じゃなくてあなたですよ。あら。なんでそういうことできるんですか？結婚のことですか？大体何の意味があんの？意味。一緒に暮らせるわけじゃないし、指一本触れられないのに。でも今一緒にいますから。でもすぐ死ぬでしょ。失礼ですけど、ずーっと一人ですか？その旦那様が亡くなられてから。当たり前です。大変失礼なんですけど。何ですか？いろいろあるじゃないですか。そのほら、女っては？揺れたりしないんですか？その女心。バカなこと言わないでください。結局最初に使った椅子使うことになったんですけど、よろしいですか？ええ、構いません。あ、そうですか。すいません、お茶っこおかわりもらってもいいべか？はい。お茶っこっていうか、なんか冷たいものあればいいんだばって。わかりました。すいません、どうも。いえ。念のために確認するんですが、はい。執行の権利を放棄するお気持ちは？ありません。お父さんは？ありません。そうですか。まあ一応聞きました。ほら、スペースマウンテンとかスプラッシュマウンテンとか必ずあるじゃないですか。行列の途中に引き返す出口が。ふざけないでください。では役割分担を確認します。よろしいですか？はい。受刑者を椅子の上に立たせるまでは私がやります。その後はよろしくお願いします。直接関与してはいけないことになってますから。はい。目隠しをするのが咲子さん、はい。足を縛るのがお父さん、はい、ロープ首にかけるのが咲子さん。はい。ロープなんですけども、金具が首の交差ちゃんとくるようにして、であとなめし側がちょっといいか、顎の、顎っていうこのここ選んだとこさちゃんとフックするようにして、そうしないと大変なことになりますから。どう大変になるんですか？頸動脈が締まりませんから、ただ痛いだけということになります。すごく苦しみます。首にロープ
かかったら輪っかの金具のところをキュッと締めてください。さっきやった通りです。はい。あとは椅子を蹴飛ばすだけです。お父さん。はい。お待たせしました。あ、すいません。よいしょ。どうぞ。様、ここからはパンフレットに従って進行させてもらいます。5ページ開いてもらってもいいですか。はい。第3章、執行の前に、丸1、受刑者に食事をさせましょう。希望があれば聞きましょ希望ですか。う。ステーキとか寿司とか多いですね。最後の食事ですから、お酒も少量であれば許可されています。これもう決まってあるんですよね。はい。助けてください。どんなことしても償いきれないと思います。それとも償わせてください。何でもします。お願いします。助けてください。重幸さんです。覚えてますよね。高校の山岳部の先輩で4つ年上だから一緒に在学したことないんですけど、しょっちゅう部活に顔出してました。短大卒業してすぐに結婚しました。嘘が下手で、物は忘れるし服は脱ぎっぱなしで、子供みたいな人でした。ジャイアンツが好きで、ビールが好きで、お祭りが好きで、ガキ使が好きで、ランニングシャツが好きで、オムライスが好きで、家族が好きでした。かけるです。覚えてますよね。飛翔の翔って書いてかけるって読みます。結婚してすぐにできた子です。卒業と結婚と就職と退職と出産と全部一気にやっちゃって、すんごい大変で、目回るくらい幸せで、カメラ買ってハンディカム買っておっぱいあげて、かけるくんって呼ぶとダーって笑って、お母さんって私のこと呼んで、お父さん、じいた、ばあた、横打ちのばあた、みんなに愛されてました。登るです。覚えてますよね。登山のとって書いて登るって読みます。年子です。お兄ちゃんと仲良しで一緒にレゴで遊んで、手つないだまま昼寝して、で起きたらボール投げて遊んで、ほんと双子みたいでした。かわいい制服着せたいから佃の桜幼稚園に入れようって決めてました。送り迎えしなきゃいけないから頑張って免許取って中古のマッチ買いました。4人で八甲台行って田代平でバーベキューしてキャッチボールしようって決めてました。4人でフェリーに乗って函館山でロープウェイに乗って夜景見て洞爺湖でボートこごうって決めてました。小学校入って中学校入って、お父さんは野球やれって言うけど、別にバスケでも陸上でも好きなことやればいいよ。試合があったら補欠でもいいから、おじいさんもおばあさんもみんなで応援しに行くよ。高校も行けるところに行ってくれたらそれでいいよ。でも友達はいっぱい作ってほしいな。部活もちゃんと入って。だってお父さんとお母さんが出会ったのは山岳部に入ったおかげだから。
あの日家に帰ったら真っ赤でした。畳も壁もテレビもちゃぶ台もタンスも辺り一面真っ赤でした。あれから私まともに眠ったことなんか一度もありません。返してください。元に戻してください。そしたら助けてあげます。できますか？できません。そういうことだから、ちゃんと座れ。ちゃんと座れ。それでは話を元に戻します。丸一、受刑者に食事をさせましょう。希望があれば聞きましょう。これはもう決まってあるんですよね。はい、何ですか？オムライスです。オムライス？もうチキンライスはできてます。あとはトロットロのオムレツ焼いてかぶせるだけですから。だそうです。よろしいですか？私嫌です。どうしてですか？オムライスは認められません。だからどうしてですか？ダメなものはダメです。とっても大好物なんです。そうだよね。お願いします。新幸さん大好物だったんです。ああ。新幸さんだけじゃないです。かけるも登るも大好きだったんです。ふわふわのオムライスでももう食べられないんですよ。オムライスはトロットロじゃないんですか？うちのはふわふわです。オムレツが半熟ってことですよね。そうです。せばトロットロじゃありませんか？ふわっとした感じになるじゃないですか。焦がしすぎですよ。チキンライス炒めた後のフライパン、そのまま使うと熱すぎるんです。チキンライス炒めた後のフライパンの温度は180度なんです。卵が焼く適温は160度ですから20度下げれば前なんです。へえ。まず強火で一気に加熱します。15秒ぐらいすると200度になりますから、それからそのフライパンを濡れ布巾の上に30秒置くと、160度になるんですか？はい、普通に冷ました方が早いんじゃないですか？その方が卵砂均等に熱入るんです。トロットロになるんですよ。本当ですか？どうでもいいじゃないですか、そんなこと。すみません。どっちの権利が強いんですか？何がですか？彼がオムライス食べたいという権利と、私がオムライス食べさせたくないという権利。困りましたね。どうしてもですか？どうしてもです。トロットロじゃなくてふわふわでもいいですか？関係ありません。いいじゃないか。食べさせてやろう。だってこの世で最後の食事なんだから。よろしいですか？えい。ありがとうございます。すぐですから。タラッタラ。ご理解いただきましてありがとうございます。いえ。いや、勉強になりました。あ？いや、私もうちでよく料理するもんですから。そうなんですか。オムライスって難しいんですよね。卵を大体破けます。ほら、ご飯包む時にこうボロボロって感じで。まあそれでも子供喜ぶもんですから。あ、すいません。お子さんは小さいんですか？一番下は小学校1年生です。何人兄弟です7人です。？7人。すいません。いえ、一番上は短大生です。すいません。どういう組み合わせですか？女、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 女です。すごいですね。勝負弱いんだか勝負強いんだか分かりません。いや、私も6人兄弟でした。どういう？いや、女男、女男、女男。あれ、上手ですね。私が末っ子です。お子さんは？子供は
息子一人です。すいません。作ってますね。そうですね。どうしたら卵破けないんですかね。わかりません。そうですよね。卵焼きすぎだからです。それ。え？だからオムレツがまだ焼けてないうちにご飯をこう奥の方に置いて、で手前の卵をかぶせてください。はいはい。はい。でフライパンをスーッと持ち上げてトンスッと持ち上げてトン。スートンでコロンスートンでコロン。スートンコロン。なるほど。ありがとうございます。早速やってみます。スートンコロン。お待たせしました。お、来た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 。おお。うわ、上手なもんですね。トロットロですから。わあ、これ一人で食うだなんて幸せもんだな。これ一人で食うなんてな。半分食べますか？冗談だい。いっぱい食え。召し上がれ。はい。いただきます。おいしい？はい。遠慮すんな。はい。おいしい？はい。遠慮すんな。はい。ごちそうさまでした。おいしかった？むちゃくちゃ美味しかったです。いかった。ありがとうございました。
困った僕ちゃんでちゅね。世話あげるね。さっぱりしたか？はい。よかったな。ありがとうございました。先に進めます。丸に受刑者に何か希望があれば聞きましょう。希望ですか。5人間というトランプゲームがあるんですが、それをやりたいという希望を出しています。だいな。5人でやるゲームらしいんですが、わかりますか？いや、津軽の人なら大抵わかるでしょう。あ、よかった。なんでそんなことしなきゃいけないんですか？受刑者の権利ですから。執行委員の権利もあります。まあ、そうおっしゃらずに、ねえ。なしでやりてんだ。やりたいから。答えなんてねえべな、お前。やったことあるもんですから。いつ？ずっと昔、どこで？うちで、誰と？母さんと姉さんとじいさんとばあさんと。懐かしい思い出なわけだな。はい。ということですので、なんとか協力をお願いします。えい。あ、ですか。よかったな。よし。でも座布団枚数出せんな。よしよし、やろうやろう。すいません。トランプお願いします。はい。ほら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 よし。よし。こんなもんだべかな。よし。はいはいどうも。ほらシャッフルしようシャッフル。いやもうトランプなんて楽な方ですよ。もう野球やりたいっていうのがいまして去年。いや死ぬ前にどうしてもヒット打ちたいってやりましたよ。試合ですか。はい。高知町の野球チームに動員かけで。いやーただ願ったよ。もでヒット打ったんですか。う4打席回ってきて三振セカンドゴロでした。国が残ったでしょうね。まあそんでしょうね。ご苦労様です。いやまあほとんどの場合は家族との面会を希望しますからそんな面倒だってことはないんですけども。はい。中点お願いします。はーい。札巻きます。私一応これルール読んできたんですけどもいまいちわかんなくてこれどうすればいいんですかねこれね。本当津軽の人だが。あそうです。なんでわからないの。なんでって言われましてもいや、上官が行く人とグラフのエース行く人が関係はいで、後の3人は無関係。はい要するに関係と無関係、関と無で絵札を取り合うのさ。いやそれはわかるんですけどもすいませんイベがすいません。いや、ないくそ。はい。さて、関係ははい。はい。ちゃんと宣言して言えばいいんですよね。んだ。関係。関係。一回でいいはんで。すみません。関係そこ席離れで。どうしてですか？そういうルールだから。へ変わってください。これですか。取れ。なんかすいませんね。すいません。さあ、関係から札出して。はーい。おお、最初からいいっす。さすが関係。これどうすればいいんですか。今スペだからスペ出してください。スペードですか。1個つければダメですよ。いいですか。出してもいいんですよ。いいですか。騙されればダメですよ。適当だから。手羽はい
はいはい一枚だけね。残念。はいあんたなんか好きなの出して。はーい。ほらからしかねえな。おおこれスピードのキング権利だからつけますよ。つけてください。いやスペードないんですけど。いやエッコだったら何でもいいです。あですか。はいはいはいオッケーオッケー。ありがとうね。はいあんた権利だ。100来たらやばいよ。はいよ。100ないのはい。 100ないってことはこっちがジョーカーだな。どうすればいいんですか。いやこっちがジョーカーだってことはこっちがエースだから今1個出せば取られます。嫌だ。せばはい。おおエース出ちゃった。1枚しか役なかったのかな。悔しいな。権利ですね。お切ったとはいよし踊らないの。ここ踊るとこだよ。すいません、踊るってどういう意味ですか。いや踊るとジョーカー出すの踊るっていうのさ切り札。へえ。つけてください。せばこれはいオッケーオッケーありがとうありがとう。はいもぎもぎはい権利だ。ここが勝負だぞ勝負。はいこれで踊るよ。踊らない。好きで好きで。いやーこれしかないですこれ。ああそうはいそうすればね246の7と、あと1枚か。どういうことですか。いやあと1枚で無関係の勝ち。無関係の家事。悔しいな。今ここは権利でほい勝負と。これで踊るか。どうすればいいですか。踊りなさい。だってないんですよ。踊らないば私たち負けちゃうのよ。でも今出せないですよ。踊りはオールマイティーなのよ。切り札なんだから。じゃあ踊ります。ジョーカーだ。おっかでおかで。んだば。どうだ。もちろんつけます。よっしゃー、追い上げ。絵札2枚ゲット。7対4。権利ですね。はいどうぞ。あなた。はい。えっこないんだよな。こっちありますから。いいですか。それきついな。はいこれでおはい遺伝子6波の9と。ああれダイヤのエース持ってるんじゃないの。あれない。ー、手悪すぎ。これじゃ勝てないわ。札見せて。あー、これじゃ勝てないね。ひでえな。関係の曲げ無関係の勝ちと。にょにょにょさあ負けた方テクステ。ー。はーい。無関係が協力して関係に勝ったって言葉だけ聞くと意味わかんないですね。民主主義の矛盾を象徴してる感じですよね。やっぱり皆さんやったことあるんですね。それそうですよ。いつやるんですか。どこでやるんですか。だいたい家族で正月とか。正月。家族5人揃うのって正月ぐらいじゃないですか。まあメンバー多いところは別でしょうけど。あんたのとこだったらいつでもできるな。まあ何人家族なんですか。10人です。10人。私と女房とばあさんと。娘7人。 5人か。2チームできますね。いやーお恥ずかしい。幸せですね。とんでもない貧乏ですから。いやー幸せですいよ。やそんなことないんです本当に。中点お願いします。はーい。札巻きます。おめえの家でも正月にやったのがはい。お母さんとお姉さんとじいさんとばあさんと。思い出すべ。はい。誰一番強かったんだよ。姉さんです。頭良かったんでそっか。よく関係になってました。いつも助けてくれて。そっか。はい。いかったな。はい。皆さんさ感謝しろ。ありがとうございます。お姉さん今どうしてるんですか。
わかりません。知らないんですか？はい。知ってるでしょう。結納まで済ませたのに全部ダメになって、せっかく勤めた市役所もいられなくなって、町にもいられなくなって、今川崎のソープにいるんですってね。この辺の人だったらみんな知ってますよ。いやちょっとそういうことはおじいさんはあなたが捕まってすぐ倒れてそのまま死んで、おばあさんは家で首つって、お母さんは城ヶ倉大橋から飛び降りたって。この辺の人だったらみんな知ってますよ。人殺しの家じゃしょうがないな。みんなそう言ってますよ。関係。ここまでにしましょう。いいか。はい。ありがとうございました。じゃあ片付けるべし。それでは先に進みます。丸3、受刑者が安らかな気持ちになれるよう読経もしくは賛美歌の斉唱をしましょう。彼はこっち上でキリスト教の教会を受けておりますので賛美歌ということになると思います。よろしいですか？安らかにってどういう意味ですか？安らかにっていうことじゃないですかね。天国。手に召されるっていうことですから。行き先違うんじゃないですか？いや、彼は彼なりに十分反省してるんですよ。信じられないです。こいつこの前お返事いただいた時涙流して喜んだんですよ。反省しなかったら涙なんか流しませんよ。返事？はい。返事なんか出しません。それは返事出したの。いや、なんで？いや、なんでってさ。なんかおかしいと思った。ほい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 5人間やるしさ。ホイホイはやってないよ。許したの？いや、そうじゃないよ。ただ何？彼も人間だと思っただけだよ。こんなの人間なわけないじゃない。ただの人殺しだよ。人殺し。被害者様ってのはそったらに偉いもんなんでしょうかね。今なんて言ったの？別になんて言ったの？とりあえず賛美歌歌いましょう。賛美歌形ですから形。いや賛美歌歌ったぐらいで天国に行けるはずないじゃないですか。形ですよ形。なんでそんなに無責任なんですか？いやそんなことないですよ。何でもかんでも私たちにやらせて。いやだってそれはだって即ですか？そうです。死刑囚の期限取ってヘラ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 して変なヘラしてませんよね。ポン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 子供作ってるじゃないですか。能天気に。子供関係ないでしょ。なんで7人なんですか？7人信じられないですよ。今の時代に7人。子供関係でつるな。座って。今の制度が始まる前まで刑の執行って我々がやってたんですよ。直接手を下すのは3人です。首に縄かける役と膝を縛る役とボタンを押す役です。ボタンは5人で押す時もありました。
どれが一つがつながってるんですよ。誰が手を下したか分かんないようになってるんです。押したことあるんですか？踏み板が外れで、今まで意義して喋ってた人間が宙づりになるんですよ。わかりますか？ドンって音するんです。大きな音です。ドーンって。一回聞いたら耳から離れません。それでも命令には逆らえませんから執行するわけです。最初に子供できたの私が22の時でした。女房のお腹大きくなってくるともうおっかねくて生きた心地しませんでした。五体満足で生まれてこないとか、生まれでもいつまでも首座らないとか、私たちの世界ではそういう話いっぱいあるんですよ。だから一番上の子供が無事に生まれてきた時はほっとしました。でもまだすぐ2番目ができて、まだ生きた心地しなくなって、でも一つだけ助かったことがあるんです。何ですか？配偶者が妊娠しているものと身内に不幸があったものは執行の命令を拒否することができるんです。身内そんなにいるわけないですから、あとはそれしかないじゃないですか。いや別にわざとやってたわけじゃないんですよ。確かにうちの女房もいい女なんですよ。何言ってるんだわわ。すいません、先に進みます。賛美歌です。ご起立ください。座布団お願いします。はい。パンフレットの8ページ開いてください。歌詞が書いてありますのでご協力ください。まず簡単にお祈りをします。よろしくお願いします。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。はい。では歌の方お願いします。3、4。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いと取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷を。アーメン。どうもありがとうございました。これで受刑者青木和也安らかに天に召されることと思います。それでは9ページ開いてください。第4章、執行。拘置所など専門の場所以外の執行では次のことに注意しましょう。丸1、
執行の手順は刑務官の指示に従ってください。丸に罵倒する、唾を吐きかけるなど受刑者を侮辱する行為は厳重に慎んでください。いいですね。あと、丸さん以降は現場で確認するということでお願いします。それでは行きましょうか。さあ、覚悟決めろなあ。咲子さんに会いたいっていう方がいらしてるんですけれど。今ですか？はい。どうして？わかりませんよ。ちょっと帰ってもらってください。それがどうしてもって言うんですよ。帰ってもらってください。それがなんかちょっと強引な感じで。咲子さん、こいつか。よかった、間に合った。店長、すいません、来てしまいました。電話通じないもんだから。あのですね、どうもご無沙汰しております。いや、ですね、今、いや、何しに来たんですか？お話しすること何もないって言ったはずです。妻とは別れてきました。だから話聞いてくれますよね。ですね、話聞いてくれますよね。帰ってください。あなたはこんなことしちゃいけないんだ。何ですか？ここじゃダメです。外で。いいから外で。いいよ。はい。すいません、すぐに戻ってきます。すいません。お知り合いですか？安らぎ発酵スーパー権藤明店長。どういう人なんですかね。店長がなんでこの場所を上がったんですかね。いや、ちょっと見てきます。あ、すいません。どうぞ。いや、困ったな。そうですね。はい、もしもし。はい、北林です。はい、今現場です。はい、まだです。ちょっと待ってくださいね。ちょっとすいません、ちょっとこれいいですか？すいません。すいません、お待たせしました。はい。今いろいろありまして中断してます。いずれは執行です。はい。そうですね。あと30分くらいで来ていただければ。はい。すいません、お忙しいところ。病院からまっすぐですか？そうですか。そうですね。そちらからだと15分ってところですかね。大丈夫です。カーナビあれば。はい。私立ち会いますんで。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。お前さん、体重何キロだっけ55キロです。？55。もしもし。はい、55キロです。階段ありますから若い者2人ってところですかね。はい、そうですね。はい。心臓、膵臓、肝臓、腎臓2つとも分かってます。大丈夫ですよ。私が大丈夫というのも変ですけども。角膜？いや、角膜は聞いてませんけども、でも問題ありません。どうせ検体の希望出てますから、青森県の医学の発展のためにお役に立ててください。はい。で、まっすぐ大学病院ということで、はい。よろしくお願いいたします。はい。じゃあお待ちしてます。失礼いたします。はい。
しょんべんってくるかな。トイレどこだっけ。奥の突き当たりです。あ、だじゃ。大丈夫。大丈夫よ。何が大丈夫なんですか？心配することなんか何にもないじゃない。私にしてほしいことはある？逃がしてください。え？逃がしてください。今なら逃げられると思うんですよ。どっかで2人で暮らしましょう。ダメよ。だって誰もいないじゃないですか。この辺ぐるーっと取り囲んでるのよ。拘置所の若いごっつい人たち。特別警備隊って言うんだって。準備大変だったみたいよ。なんとかなるんじゃありませんか、そんなの。無理だよ。俺まだ28なんですよ。そうだね。やりたいこといっぱいあるんですよ。どんなこと？パチンコやって一回行ってみたいんですよ。うん。新幹線も一回乗ってみたいんですよ。うん。なんで死ななきゃいけないんですか？なんで死ななきゃいけないんですか？お手紙ありがとうございます。ご存知の通り、先月7日、私は死刑判決を言い渡されました。覚悟はしていたつもりですが、やはりショックです。でも、償いはしなければなりません。一つだけ心配なのは、私一人の命で、私が手にかけた3人の命が償えるのかということです。確定がいつになるか、執行がいつになるか分かりませんが、でも今は真剣に死に向き合おうと考えています。逮捕以来、独房での生活が8年を超えました。外にいる方とこうしてお手紙のやり取りができることに感謝しています。ありがとうございます。青木志乃様、栗田和也。はい。この人で間違いない。この人にしようって、そう思ったの。だって嫌じゃないですか、自分の家で僕が死ぬの。何言ってるの、ハズバンド。だって家の中でそういうことなんてなんか嫌じゃないですか。大丈夫。体中の体液全部出ちゃうらしいんですよ。うんこもおしっこも汚いですよ。完全防水だから。休暇。え？もう2人死んでるの、あなたの前に。みんないい人だった。あなたが3人目、
愛してるのはあなただから。皆さんお揃いですね。どうしますか？やりますか？やります。そうですか。よろしいんですね。はい。わかりました。さあ、行くぞ。だね。どうした？大丈夫、心配しないで。私が天国に連れて行ってあげる。じゃあ行くぞ。近藤さんさ、うん、残念だって。そなんで教えたんだこの場所。いや、まあいいけどさ。う。ごめんなさい。うん、いろいろ黙ってて。いい人だったのにな。あんたのことを心配してくれてさ。違います。困るのは
あの人なんです。人殺しの夫にはなれないってことですよ。そうか。行きましょう。うん。